皆さんこんにちは、なつきです。本日は東京大学に遊びに来ております。はい、そしてお隣にいるのが、東京大学で原子核理論を研究しております福島と言います。はい、本日はよろしくお願いします。原子核理論を専門にしているということなんですけど、はい、どういう理論なのか教えていただいてもよろしいですか？はい。原子核理論というのは、それこそ原子核の構造を研究してるんですけれども、はい、原子核っていうのは、陽子とか中性子と言われる各種の集合体で、で、さらにその中身を見てみると、コークとかグルオンって言われる素粒子からできてるんですね。で、こういった物質が、例えばものすごい高温であるとか、ものすごい高密度では、コークやグルオンの自由度が出てくると。例えば中性子性のもう中の方のもう中心部を見ると、コーク物質と呼ばれている物質があると言われていて、そういうものを探索しようとしております。わかりましたか？途中までついていけたんですけど、私も。原子核の中に中性子と陽子っていうものがあって、中性子と陽子っていうのがあって、その陽子の中に、で、陽子とか中性子の中に、コークとかグルオンっていうものが入っていて、それが素粒子と呼ばれてる。で、それが素粒子と呼ばれてるんですけども、その陽子とか中性子っていうのは、実験で比較的簡単にどういう構造でどんな風にくっついてるかっていうのはある程度はわかるんですけど、それぞれ単体でわかるっていうことですね。で、ただ、陽子とか中性子の中にあるコークやグルオンは単体で取り出して見ることができないんですね。で、コークっていうのはね、電子みたいなもので、グルオンっていうのは光みたいなもので、それがこう、ゲージ理論と言われる、理論で、結びついて陽子とか中性子っていうものを作っていて、で我々がこう身の回りにあるような物質の質量とか、重さですね、重さとかそういったものを全部説明できるんですけれども、問題はコークとかグルオンっていうのは取り出せないんですよ。それぞれ個別には取り出せないってことですね。個別には取り出せなくて、これが閉じ込めって言われている問題で、でこれもしも理論から証明できたらものすごい賞金がもらえる検証問題になってるんですけれども、ミレニアム検証問題ってやつですね。そうです、そうです。それを狙っていると。それを狙うというか、実験的にそういうものがそこにあるんだよというのを、どういう証拠で、きちんと検証できるかというのを実験と理論を合わせて、やっていくと。これがものすごく難しい問題で、で、例えば最近、深層学習っていうようなテクニックが出てきたので、そういったテクニックを使うと、実はコークがそこにあるというヒントが得られるんじゃないかと。そのあたりが僕が深層学習を始めたきっかけでもあるんですけども。なるほど。深層学習っていうのは、いわゆる機械学習みたいなもの。機械学習の中の一つのテクニックですね。ディープラーニングって言われてるやつですか？はい、そうです。なるほど。そう、その素粒子の研究っていうのと、その機械学習というかディープラーニングっていうのとがどうやって結びついているのかなっていうのが分からなかったんですけど、それを使えばそのクオークの構造だったりとか単体で見ることができないものっていうのがもしかしたら取り出して見ることができるんじゃないかとか観察できるんじゃないかって思っていると。様々な実験データを、そういった新しいテクニックを組み合わせてやると、もしかすると実験データの中に我々がうまく捉えられていなかった証拠が実は埋まっていて、それをうまく取り出してやって何か面白いことが結論できるんじゃないかと。ロマンですね。かなり。今まで単体で見ることができなかったものがもしかしたらっていうのは結構夢があるなと、思います。あと、今ですね、学術変革というその機械学習と物理をつなぎ合わせるような団体といいますか、組織に入っていらっしゃると思うんですけれども、そこでの研究について教えていただけますか？はい。私はトポロジーと機械学習ということで、トポロジーを使って、機械学習と組み合わせることで何か新しいことが言えないかと。トポロジーっていうのは何かというと、いわゆるその連続的に何か変形したときに、性質が変わらないという、例えばですね、穴が1個開いていると。穴が1個開いているものと穴が2個開いているものっていうのは、違うわけですね。だから穴が1個開いてたらみんな同じだって思っちゃおうと。例えば、よくある例っていうのは、マグカップの取っ手っていうのは輪が1個ありますよね。
で、あと浮き輪っていうのは、まあ、輪があって、そこにまあ僕らの体が入ってぷかぷか浮くわけですけども、これ形は全く違いますけど、輪が1個空いてるっていう意味では、まあ、同じじゃないですか。連続性っていう意味では同じ。だから、まあ、どんどん連続的に変形していくと、実は輪が1個だけ空いたっていう仲間同士でつながっていると。で、そうやって仲間同士でつながったものを分類していって、で、そうすると輪がいくつ空いてるかっていうもので、その図形が、まあ図形であるとか、いろんなものがまあ特徴づけられるわけですね。だからこの輪っかの数っていうのが、いわゆるこうトポロジカル不変量って言われるもので、でまあ何かこういうものを機械学習の中に取り込めないかなと思って研究してます。それ取り込めるものなんですか？なんか私トポロジーの考えっていうのをもう最近初めて知ってなんか人間の穴って何個あるんだろうって考えたりとか、ちなみに人間って何個ありますか？それはちょっと考えたことがないのでわからないですけれども。耳といや、まあだけど人間はまあざっくり言ったら円筒形ですよね。口からまあね、お尻にこうっていう。まあだからまあ、3つとかなんですか？いや、僕はただのこう筒だと思いますけども。なるほど。こことここをつなげても。T シャツとかと同じ感じになるような気がするんですけど。あ、そうなんですかね。鼻は、でもね、これはね、すごくいい質問で、っていうのは実は、今ね、言われたように、物理の中で出てくるいろんな量って、すごく複雑な形をしていて、で時にはね、3次元とか2次元じゃ、わからないような、5次元とか6次元とか、高次元のものもあるんですね。そうすると僕たちの想像力を働かせることがものすごく難しくって、で、そういった時に穴が何個開いてるかとか、まあ、穴に対応する、そのトポロジー的に不変な量がどうやって式で書けるかとか、そういうことが実はわからないことってあるんですよ。なので、そういうものを実はもう僕らのこう想像力や直感が及ばないようなところもうまく機械学習を使ったらできるんじゃないかというのもあります。なるほど。じゃあ、それを機械学習を使ってっていう場合と、その考え方を使って機械学習に生かすっていうこともできるんですかね。先ほどの説明だとそっちだった気がするんですけど。まあ、両方やっていて、で、まあ、どちらかというと僕たちが、まあ、やりやすい方向っていうのは、いろんな、まあ、物理の現象の中で、今はそういったこう巻きつき数、何回巻きついてるかっていうもので、特徴づけられている物理量ってたくさん分かってるんですね。なので、そういった物理量、僕らがよく知っている物理量を、まあ、機械学習の言葉でどういうふうにまあ置き換えられるかっていう研究をやっていて、まあ、これは割とやりやすい方向性なんですけども、一方で今おっしゃったように、機械学習の中にいかに、そういった性質を取り込むかっていうのが、まあ、今後の課題なんですね。で、物理では、まあ、対称性というのがものすごく重要な概念として知られている。対称性というのは何かっていうと、何かをちょっとずつ変えていったときに、まあ、性質が変わらない。例えば、時間をちょっとだけこうシフトすると。だから時間を、どこを基準にして時間を測るかっていうのは、別にどこを基準にしても現象そのものは変わらないですね。で、そういった、時間に対する、まあ、時間のこう原点を時間ゼロっていうのをどこからゼロにして測り始めるかっていうのを変えても性質が変わらないっていう性質から実は、エネルギーが保存するっていう保存量が出てくるんですね。なのでこうある種の対称性と何かが保存するっていう考え方は実はつながってるっていうのが物理では知られてる、昔から知られてるんですよ。で一方でトポロジカル不変量っていうのは連続変形に対する不変性だと言いましたよね、今ね。だから実はこれ対称性っていう考え方とものすごく密接に関わっていて、で今機械学習の分野だと実は対称性をどうやってネットワークの中にうまく取り込むかということが、まあ、ものすごく議論されてるんですね。まあ、そういう意味では実はその先にある今議論されていることのさらにもう一歩先にあるのが多分僕はトポロジーだと思うんですね。なんか私ちゃんと理解できてるが、それをこうデータとかに置き換えて考えるってことなんですか？例えば、データが持ってるトポロジーっていうのがあって、まあ、あるいはデータの中に実は僕たちが知らない対称性が何かあったとすると。まあ、対称性っていうのは、まあ、その何かデータを分類するときに、
ちょっとその分類の仕方をちょこっとだけ変えたとしても、実は本当は何も変わってないっていう、なんかそういう構造がデータの中に実は埋め込まれているところがしばしばあるんですね。なるほど。変わってるように、一見物としては、変わってるように見えるんだけれども、その性質としては変わっていないっていう場合があるっていうことですね。なるほど。で、そういう時に、その対称性が残ったままで従来の方法を使ってしまうと、そうすると実は変わっていないけど変わってるように見えるものがいっぱい中に入ってるから、ものすごく無駄なことをやらないといけなくなってしまうわけですね。なので実は、そういったものが入ってるとか入ってないってことをあらかじめ知っておくと、ものすごく効率的な、ことができたりすると。で、そういう時に実はトポロジーとか対称性とかいう考え方をうまく使ってやると、実はすごく効率のいいことができて、で、すでにもうトポロジーを使うってアイデアある程度あるんですけど、いわゆる物理の分野で僕らが使っているトポロジーっていうのがうまくまだ、なんていうか適用する方法がちゃんと確立してないんですね。なるほど。それをなんかうまくできないかなと思ってるって感じです。面白い。今、想像の中でですけど、結局私たち人間が、ドーナツと、浮き輪でもいいんですけど、とコップっていうのが別のものだっていう風に捉えてしまうと、無駄なことがいっぱいあると。そうです。無駄な処理がいっぱいあるんだけれども、これが結局連続性としては一つの輪っかだよねっていう風に捉えると、すごく簡単な処理で済むみたいなことがあって、で、それを機械学習に活かしていこうっていうことですね。面白い。割と物理学者っていうのはそういう考え方が昔から好きで、僕が好きな話があるんですけどね、なんか牧場に羊がいますというのを、どういうふうに絵で表しますかと。これ生物学者はちゃんと羊の絵を描くと。で、化学の人も、きちんとなんか足かなんか描いて柵も描くと。ところが物理学者はね、どうするかっていうと、点をポンと打って丸描いて、はい、これが牧場、これが羊っていうね、もう一番単純な構成要素にもう落とし込んで考えるっていう。なるほど。もう、それと仮定するっていうこと、シンプルなものに仮定するっていうことがしやすいというか、そういう頭の構造になっている。トポロジーっていうのは、だからマグカップの取っ手とか、お湯を注ぐところとか、ああいうことみんな抜きにして、もう、穴が1個開いてるんだから、丸1個書いて、それで終わりっていう。で、それで考えると、実はものすごく、ややこしい複雑なところ全部落として、で、簡単化して実は考えることができて、その方がずっと都合がいいってことがたくさんあるわけです。だから、私たち、そういうことを知らないで、高校の時とかに物理を初めてやると、ほんとなんか、板の上に、質量がある、四角いものを右やったり左やったりすることの何が面白いんだろうって思ってた時はありましたけど、そういうふうに考えた方が、いろんなことに応用ができて、都合がいいっていうのがあるのかな。大体物理学者っていうのは、ややこしいこと考えるのが嫌いな人が物理学者になるんですよ。今言ったように足がねあるとか爪があるとか毛があるとかそういうこともややこしすぎて全部もうそういうの簡単化してただ点があるというふうにしたい。だから高校物理とかでよくね失点って言葉が出てくるじゃないですか。だ大きさとか構造がないただ何か重さだけがあるような点。そんなもの世の中には存在しないんですけど、そういうふうに簡単化して考えるのが好きな人が物理に来るので、そういう人が機械学習を考えたらどうなるだろうっていうのが多分行き着く先が僕はトポロジーと機械学習だと思ってるんですね。面白い。すごい今後の動きがめちゃくちゃ気になるし楽しみですね。ありがとうございます。はい。ということで、今回トポロジーというものとね、機械学習についての、共通点じゃないですけれども、発展的に使っていけるんじゃないかっていう話聞いていきましたけども、次回は、より専門的にですね、他の専門家も交えまして、素粒子についてだったりとか、あとはQCD とかについて聞いていけたらなと思います。ひいてはミレニアム検証問題についても、教えていただければなと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。